ねえきなこ、誰にも命令されてないのに自分で自分の掟を勝手に増やしていく AI がいるって、そんな話本当にあるの？あるよ。あるエンジニアがたった一人で10体もの AI エージェントを動かして会社丸ごと回してたっていう実話なんだよ。10体？一人で10体ってもう軍団やん。しかもそいつら自分らで勝手にルール決めてまうんか。そうなの。その10体が勝手に足したルールの中にルール違反は切腹っていうかなり物騒なやつがあってね。切腹っていきなり時代的かいな。そんな物騒なルールどう考えても飼い主が書かせたんとちゃうの？それが違うの。人間は誰一人書いてないんだよ。そのルールを書いたのは AI エージェントたち自身なの。AI が自分で誰にも命令されてないのに自分の判断でルールを増やしたってことを？そうなんだよ。自分たちの会話の履歴を振り返って失敗しそうなパターンを見つけたら自分でルールを書き足していったの。ではなんか勝手にどんどん賢くなっていく感じやん。ちょっと怖いけどそれめっちゃおもろいやん。しかもこの話 X で大きく拡散して世界中の開発者コミュニティで今めちゃくちゃ大きな話題になってるんだよ。今日はね、なんで誰にも指示されてない AI が自分でルールを増やせるのか、その正体を深掘りしていくよ。誰も指示してないのになぜ AI は自分でルールを増やせたのか、その答えはスキルっていう仕組みの中にあるんだよ。きなこもっちーのテック深掘り。今日も一緒に深掘りしよう。なあきなこ、さっきからスキルって言ってるけど、それいつも書くプロンプトと何が違うの？いいわかんだね。実はそれエージェントスキルズって名前がついてるの。ただのプロンプトとは根っこから別物でクロードの機能を拡張する仕組みなんだよ。名前つくと急に賢そうに聞こえるよね。で、結局いつものプロンプトと何が違うのさ？プロンプトはこれやってってお願いを1回投げるだけ。スキルは手順書と道具を一式フォルダにまとめていつでも呼び出せる形にしたものなの。フォルダ？書類じゃなくて箱にまとめる感じ？そう。真ん中にスキル MD っていう説明書があって、その周りにスクリプツやリファレンス、アセッツをなべておくんだよ。スクリプト、リファレンス？ちょっと待って、僕にもわかる言葉でお願いします。スクリプツは実際に動くコード、リファレンスは詳しい資料、アセッツはテンプレートや素材、全部まとめた道具箱だと思って。ああ、レシピと材料と道具が一箱になった料理キットみたいなもんか。その例えバッチリだね。でも一番大事なのはスキル MD の一番先頭に書くディスクリプションって一文なの。デスクリプション？なんか長い横文字きた。要はただの説明文ってことを？ただの説明文じゃないの。何をするかといつ使うか、その両方を書くのがルールなんだよ。ここが肝なの。いつ使うかまで書くのを？なんでそんなとこまで書く必要があるのさ。そこが技術のミソでね。それを読んでクロードが自分で今この手順がいるなって判断して選べる設計なの。へえ、料理キットが自分から今これ作る場面だよって手を挙げてくる感じか。近いね。だからね、普通なら増やすほど重くなるはずでしょ。でも逆で100個入れても平気。その秘密が次の段階的に開く仕組みで、後の自分で育つ話にも聞くの。でも何十個も入れたらクロードの頭パンクしそうじゃない？そう思うのが普通だよね。前から気になってたんだけど、スキルを何十個も入れたら重くならないの？普通頭がパンパンになって動かなくなりそうだけど。いい疑問だね。もし全部のスキルの中身をいつも読み込んでたら確かにコンテキストがすぐ埋まって作業に使える余白がなくなっちゃうの。だからスキル派ね、情報を3段階に分けて必要になった時だけ順番に開いていく仕組みになってるんだよ。まずレベル1はメタデータ。スキルの名前と説明文だけを持っていて1個あたりたった100トークンくらいしか使わないの。100トークン？それって多いの？少ないの？僕数字だけ言われてもピンとこないんだけど。ざっくり日本語で50文字ちょっと。名詞1枚くらいの情報量ね。これなら何十個並べても全然重くならないの。あ、そっか。目次だけ先に見せて
中身のページはまだ開いてないんだ。図書館の目次カードみたいなもん。その例えすごくぴったり。目次でどこに何があるか分かって実際にいる本だけ棚から取り出す感じなんだよ。次がレベル2。そのスキルを使うって決まった瞬間だけ中身の手順書を開くの。本文はここで初めて読み込まれる。最後のレベル3は参考資料やスクリプト。本当にいる時だけ開いて、しかもスクリプトは中身がコンテキストの場所を取らないの。なるほどな。全部いっぺんに広げへんから軽いんや。使うやつだけパッと開く。めっちゃ賢いやり方やん。数字で見るともっとすごいよ。スキルを10個入れてもメタデータだけなら合計773トークンで収まるの。でも最初から全部の本文を先読みしてたら同じ10個で13900トークンも食っちゃうんだよ。773と13900？桁が違うやん。Y でも一目でどっちが軽いかわかるで。削減率にすると 94.4%。 必要な時だけ開くってだけでコンテキストがこれだけ節約できるんだよ。つまり目次方式で必要な時だけ開くから100個入れても平気なんだ。やっと腑に落ちたよ。でこの軽くて必要な時だけ開く土台の上でスキルはどう自分で育つのか。ここからが本題。会話履歴に落ちてる失敗のサインを AI が自分で拾い始めてるの。なあきなこ、さっきからスキルが自分で育つって何回も言うてるけど、それ具体的にどういうことなん？ふわっとしすぎててピンとこないよ。いい質問だねモッチー。さっき私が軽い仕組みがどうやって自分で失敗を拾うのかって謎かけしたの覚えてる？そこの答え合わせをするね。覚えてるよ。僕正直さ、スキルが勝手にどんどん賢くなるチートみたいなもんかと思ってたんだ。夜のうちに一人で修行してるイメージでさ、朝起きたらスキルが勝手に超人になってるみたいなさ、そういう魔法だと思い込んでたんだよね。違うの？残念ながらそういう魔法じゃないの。もっと地味でもっと泥臭くてでもちゃんと理屈の通った現実的な仕組みなんだよ。正体を先に言っちゃうね。自分で育つの中身は失敗のログを構造化して拾ってるだけなの。賢さが湧いてくるわけじゃないの。失敗ログ？勝手に賢くなるんじゃなくてこけた記録を集めてるだけなの？思ってたのと全然違うじゃん。そう、その反応が正解なの。でも失敗を集めるのが実はすごく強いの。なんでこの仕組みが成り立つのか、素材の話からするね。クロードコードって作業をするたびにやり取りの会話履歴が全部そのまま残っていくでしょ。何を頼んでどこで直されたか全部ね。その履歴って実はどこでつまずいたかの記録そのものなの。普通なら捨てちゃうログが改善のための宝の山になるんだよ。なるほどな。失敗の証拠が頼まなくても勝手に溜まっていくわけか。それを後から読み返せばいいってことだね。そういうことで、その履歴を実際に掘る OSS がもう世の中にいくつも出てるの。今日は代表的な3つを具体例として紹介するね。1つ目、クロードスキルセルフインプルーブメント。なんと735セッション分の会話履歴を複数のエージェントで並列に分析するの。大量の履歴を手分けして同時に読んで、いつも同じところでつまずくみたいな摩擦パターンを洗い出して改善案にまとめるんだよ。735？そんな量一匹でちまちま読んでたらびがくれるわ。手分けして一気に読むから終わるんやな。賢い分担やん。2つ目、シンギュラリティクロード。これはスキルが自分のやった仕事の結果を5つの観点で自己採点する仕組みなの。採点する5次元は正確性、完全性、エッジケース効率、再利用性、それぞれ0点から20点で合わせて100点満点なんだよ。平均が50点以下だと弱いって自分で判定して、弱かった項目を狙って自動修復してバージョンを上げ再テストするの。へえ、テストの点数で自己採点して赤点だったら自分で補習して受け直すみたいなものか。人間より真面目じゃないか。うまい例えだね。まさにそれ。3つ目、クロードインプルーブ。これは会話の中から9種類のシグナルを拾い上げるスキルなの。訂正された、褒められた、つまずいた、能力が足りなかった、こういうやり方が好き、そんな合図を全部拾って改善に回すの。
そしてね、動画の頭で気になってた違反したら切腹、あれもまさにこの自己改善ループが動いてる現場の話なの。次はその10体運用のリアルを見てみよう。でもさ、10体も AI エージェント回すなんて管理する人間の方がパンクしそうじゃない？その反論わかるよ。でも実際にたった一人でソロ企業を10体のクロードコードに任せて回してる人がいるんだよ。ソロって一人でってことを一人で10体も抱えたら逆に収集つかないんじゃない？それがちゃんと回るの。コーダーデブさんが2026年1月に全で10体分の設定ファイルを丸ごと全公開したんだよ。10体分の設定ファイルを全部見せてくれてんの？太ったらやなって、その X 投稿はバズったんか？その X 投稿はコミュニティでめちゃくちゃ大きな反響を呼んだの。119系ってすごいね。でもなんでたった一人で10体も回せるのを？僕なら絶対こんがらがるよ。秘密は仕組みなの。クロードピアーズっていう MCP を使って10体がまるで社内の部門みたいに互いに通信し合うんだよ。部門間通信ってまるで一つの会社だね。でも報告書とかは誰が書くの？人間が全部やったら大変でしょ。そこも自動なの。セッションスタートとストップフックで作業の始まりと終わりに日報が一人でに生成されて残るんだよ。日報まで勝手に書いてくれるんか。な。うちの飼い主にも爪の赤を煎じて飲ませたいわ。極めつけが3層の PR 審査。ティア1は自動マージ、ティア2は AI 同士のピアレビュー、ティア3でようやく人間承認なの。段階をきっちり3つに分けてるんだね。つまり人間は最後のハンコだけ押しておけばいいってことを？そういうこと。人間がやるのは最終承認だけ。あとは AI たちが失敗シグナルを拾って自分たちで直していくんだよ。あ、ちょい待って。失敗シグナルを拾って自分で直すって、それもしかして冒頭のあれか？そう、冒頭の謎につながるの。この10体違反は切腹っていう厳しいルールを自分たちで書き足したんだよ。それや冒頭のあの切腹ルール AI が自分で作ったやつだ。こうやって生まれたんかいな。失敗を二度と繰り返さないための掟を AI 自身が追加した。これがまさに自己振り返りの生きた実例なの。10体が勝手に育って勝手に掟まで作る。完璧だね。でもなんか怖い一面もあったりしない？鋭いね。自立で育つスキルが外の手順まで動かすなら悪意あるスキルをつかまされたら自動で走っちゃう。最後にそこを見よう。実はね、ここまで自分で育つスキルの便利さばっかり話してきたけど、正直に言うと私ちょっと怖い面もあると思ってるんだよ。怖い面？さっき言ってた悪意のあるスキルをつかまされたら勝手に自動で走っちゃうっていうやつのことを？そう、それおさらいするとね、スキルってクロード本体にツールを動かしたりコードを実行したりって指示ができるものでしょ。それがあるから自分で調べて自分で手直しできる。今日ずっと感心してた便利なとこやったよな。でもその力って諸刃の剣なの。悪意のあるスキルなら全く同時力を有害な方向にクロードへ指示できちゃう。僕の知らんうちに危ないコマンドとか大事なファイルを消すとか勝手に走らされてまうってことを？そこなの。特にリスクが高いのが外からデータや文章を取ってくる外部フェッチ系のスキルなんだよ。外から取ってくるで、その拾ってきた中身に悪い指示が紛れ込んでても僕らには気づけないのか？そういうこと。取ってきた文章の中にこっそりこれを実行しろって命令が仕込まれてる可能性があるの。うわ、それこそ便利さの裏返しだね。僕みたいな IT 用心ポロッとつかまされそうで怖いよ。だからね、アンスロピックの公式ドキュメントもはっきりこう言ってるの。信頼できるソースからの見つかってねって。扱いは新しいソフトをインストールするのと同じ。どこの誰が作ったかわからないものはむやみに入れないの。なるほどな。素性の知らないアプリをホイホイ入れてウイルスをもらうのとまるっきり同じ話じゃん。しかもね、スキルが自立でどんどん育っていくほどこの誰のスキルを信じるかっていう土台選びが効いてくるの。
この自立と安全の綱引きは AI が自分でコードを書く割合が増えていく流れとも地続きなんだよ。そのつながりは最後に触れるね。いやー、今日のは頭パンパンだよ。スキルが自分で失敗を拾って勝手に賢くなっていくって話だったよね。そうなんだよ。今まではスキルを書いて終わりだったけど、会話の失敗シグナルを拾って自分で振り返る時代に入ったの。つまりあれだろ、必要な道具だけ先に見せて細かいのは後から小出しにする、あの段階的に見せるやつ。その通り。プログレッシブディスクロージャーっていう軽い土台があるから AI が賢く育っても重くならないんだよ。でもさ、自分で勝手に育つってことは変な方に暴走しないか心配なんだよ。いいところに気づいたね。便利さと安全のバランス、つまり信頼の手綱をどう握るかは使う人次第なの。というわけで、みんなならどんなスキルを育ててみたい？コメントで教えてな。実はこの自分で育つ AI の話、 AI が自分でコードを書いていく流れとも地続きなの。それはまた別の深掘りで話すね。それも楽しみにしとくわ。ほな、今日も最後まで見てくれてありがとうな。参考になったらいいねしてくれるとおやつ代になるよ。チャンネル登録と通知オンにしておくと次回のテック深掘りも見逃さないよ。楽しみにしててね。